今回は、最速で殿堂入りしたぶっ壊れカードをランキングでまとめてみました。殿堂入りとは、デッキに1枚しか入れることができないカードのことであり、プレミアム殿堂とは、デッキに1枚も入れることができないカードのことです。それじゃあ、早速参りましょう。邪神マット・ロマノフ。2010年1月30日に登場した構築済みデッキに入っていたカードで、2011年1月15日に殿堂入りを果たしました。その日数がなんと350日。1年も満たずに殿堂入りした強力なカードとなります。こいつはエムロマワンショットが超強力でした。小型銃でマナを伸ばしてデビルドレーン。ガブリエラやハヤブサ丸で耐久して、4ターン目にエムロマ召喚。メテオバーンでエターナルゲートを唱えてゲームセット。当時はこれまでのデュエマの常識を覆すほど、超強力なコンボデッキでした。ちなみにエムロマは殿堂入り後ですら、超次元との相性の良さが原因でガチ環境で使われており、結果、2012年にプレミアム殿堂に昇格することとなりました。まあ、納得のプレデンだったと思います。ボルメテウスサファイアドラゴン。2006年2月11日にボルホアが転生した姿として登場したカード。サファイアは2007年1月15日にプレミアム殿堂入りが決定。その日数がなんと338日。登場から1年も満たず、さらに殿堂入りを介さず直接プレミアム殿堂入りを果たした。デュエマ初のカードでもありますね。実は当初コストの重さなどから評価がまちまちだったのですが、蓋を開けてみればキバサファイア、ナスサファイア、除去サファイアなど、サファイアを中心としたデッキしか見なくなるほど地獄みたいな強さであり、一気にデュエマの環境がサファイア一色となりました。ボルバルザークがプレデンして、ようやくボルバルマスターズが終わったかと思いきや、すぐさま環境はサファイア一色。これを世間ではサファイア地獄と呼んでいます。エンペラーキリコ。2009年6月27日に登場したカードで、2010年5月15日に殿堂入りを果たしました。その日数がなんと322日。登場直後から専用デッキが組まれ始め、パーフェクトギャラクシーやアマテラス、キユージルベスなどを採用したワンショット型が環境に入り、以降はキリコランデスやバルキリコなど、様々なデッキタイプが登場しました。そして環境を暴れまくったキリコは先のように殿堂入りとなったわけですが、2011年にエピソード1と呼ばれる時代に突入すると、キリコと相性のいいカードが立て続けに登場し、一気に復権を果たしました。サイバー N ワールド、流星カイザー、エクスやザビミラなど、超強力な相棒と共に再び暴れた結果、2012年3月にプレデンへ昇格しました。ちなみに2022年1月に殿堂入りへ降格。帰ってきたエンペラーキリコに、キリコファンは歓喜していましたね。超次元ドラビタホール。2010年9月11日に登場したカードで、2011年7月23日に殿堂入りを果たしました。その日数がなんと315日。当時猛威を振るっていたチャクラを呼び出す超次元呪文には、これまで相手をタップするシャイニーホールが主流でしたが、呪文回収という確実にアドバンテージを稼げる点で、ドラビタホールは非常に高い評価を受けました。そして登場直後からあらゆる超次元コントロールに採用されることになります。これまでの切り札級カードとは異なり、インパクトには欠けるかもしれませんが、高すぎる汎用性と、当時流行していた母なる聖域を回収しながら、時空の不滅ギャラクシーを出すことができ、そのまま強力な進化クリーチャーを出せるなど、そういったムーブが強かったのも原因の一つでしょう。シンプルに超次元クリーチャーを出しながら、3マナ以下とはいえ呪文を回収できる効果が強すぎたんですね。超次元呪文初の殿堂入りとなりました。ソウルアドバンテージ。2008年6月21日に登場したカードで、2009年4月15日に殿堂入りを果たしました。その日数がなんと298日。6マナの大量ハンデスなのですが、この6マナという数字がとても偉く、簡単に言うと、2ターン目フェアリーライフ、3ターン目ブレインチャージャーというマナ加速ムーブをすると、4ターン目には6マナのため、ソウルアドバンテージが打てるのです。これは7マナのロストソウルにはできないゲートであり、あまりにも強力なのです。当時は先にソウルアドバンテージを打つゲームとかしており、このカードのおかげでマッドネスが搭載されるほど、環境に影響を与えた1枚となります。ちなみに殿堂入りとなったものの、6マナ大量ハンデスはそれでも強力だったため、同年12月にプレデンへ昇格。登場から546日でのプレデン入りは、当時2位のスピード記録でした。
続いては同じ日数のため2枚の紹介となります。まずはボルバルザーク X。2011年10月22日に登場し、2012年8月11日に殿堂入りを果たしました。その日数がなんと294日。出た時マナをすべてアンタップする能力で、疑似的に本家ボルバルの追加ターンを再現した能力ですが、皆さん感じた通り、誰がどう見ても最強クラスの能力でした。出すだけでアンタップされ、しかも制限などがないため、ビートダウンはもちろん、ループでも使用されてしまう始末、回数制限や踏み倒しした時は能力が発動しないなど、このカードに対して様々な意見が出されており、明らかな調整ミスを指摘する声は少なくありませんでした。続いてはスクランブルチェンジ。2016年9月17日に登場し、2017年7月8日に殿堂入りを果たしました。X と同じ294日となります。このカードは当時、メガマナロックドラゴンというカードとの相性の良さが危惧されていました。なぜならマナロックにはフェアリーギフトという元カノがいて、そいつと共に大暴れした結果、ギフトは殿堂入りとなったんですね。なのにその直後に出たのがこのスクランブルチェンジでした。そのため当時の DMP からギフトが殿堂入りした意味がないと非難の声が続出。案の定マナロックは新たな伴侶、スクランブルチェンジと共に環境を大暴れした結果、スクランブルチェンジは即殿堂入り。本当に何がしたかったのかわからないカードでした。マリゴルドサード。2019年9月21日に登場し、2020年7月1日にプレミアム殿堂入りを果たしました。その日数がなんと284日。出た時マナゾーンにカードが6枚以上あり、自然文明が1枚でもあれば、マナからコスト5以下の進化ではないクリーチャーを出す。このあまりにも強力で汎用性が高い能力は、登場時から多くのデッキに使われており、環境で見ない日はないほどでした。特にミッサイルとマリゴルドから始まるソリティアデッキは、ミッサイルマスターズと揶揄されるほど、GR 環境を生み出した元凶と言って過言ではありません。それぐらいこのカードはヤバかったのです。爆音ミッサイル。2019年3月30日に登場し、2020年1月1日に殿堂入りを果たしました。その日数がなんと277日。実質1マナで召喚するとともに、大量の GR 召喚をしてさらに全員をスピードアタッカーにするダブルブレイカー。簡単に言うとこいつを1マナで召喚すると盤面がこうなります。登場からずっと環境に君臨したカードで、先のマリゴルドのようなマナドライブを持つ GR クリーチャーの登場により、ミッサイルは完全体営。某大型大会ではベスト16のうち11人がミッサイルを使用。かつてのボルバルマスターズを想起させるほど、環境がミッサイル一色となったこの時代、いわゆるミッサイルマスターズの到来となりました。この時期になると速攻やループ、コントロールなど、あらゆるデッキにミッサイルが採用され、目には目を、ミッサイルにはミッサイルをと、対策を講じるプレイヤーが多く、結果、赤青ミッサイル、青赤緑ミッサイル、赤白ミッサイル、赤青ミッサイルと、ミッサイル同士で3仕組みが成立していたのは、長いデュエマシの中でも異様な光景で気味悪がられていました。絶叫の悪魔ユーイービルヒート。2016年5月28日に登場し、2017年2月26日に殿堂入りを果たしました。その日数がなんと274日。これまで紹介したカードとは異なり、単体ではまあまあといった具合の能力なのですが、このカードの凄まじいところは、種族、文明、能力の全てが、他の環境カードと絶大なシナジーを形成することにありました。その最たる環境カードがみんな大好きドギラゴンバスター。赤黒バスターの潤滑油として活躍したこのカードは環境で大暴れ。さらにレッドゾーンやデッドゾーン、禁断デッキなど、あらゆる赤黒デッキに採用されたイービルヒート。引退勢にとって、文面だけでは強さがわからない恒例だと言えますね。暴流警報。2014年9月20日登場し、2015年6月15日に殿堂入りを果たしました。その日数がなんと268日。このカードの殿堂入りには悲しい背景があると言われています。なぜなら当時の環境で暴流警報が特に活躍していたわけではありませんでした。にもかかわらず約9ヶ月で殿堂入りが決定したのですが、これにはこいつの殿堂入りが施行された5日後発売の DMR17 で新たに登場したコマンドを対象にした侵略が暴れないようにするための予防とされています。侵略とはキーワード能力のことで、対象の種族の攻撃時に、ただでその上に重ねて進化できる能力のことです。
そのため自分のクリーチャー1体をコマンドにする防御警報があると、例えば1マナブレイズクローが、2ターン目防御警報で攻撃時に侵略、レッドゾーンでトリプルブレイカーみたいなクソムーブができてしまいます。これはいけませんね。ちなみに非単色呪文初の殿堂入りとなります。読み辞典錦、2019年12月20日に登場し、2020年7月1日にプレデン入りを果たしました。その日数がなんと194日。歴代ダントツで規制されたこのカード。先のマリゴルド同様、強すぎる能力が原因なのですが、読み字の場合は別格で、GR クリーチャーの頂点に君臨する化け物カード。自戒してコスト8以下の非進化クリーチャーが出てくる能力は、誰がどう考えてもヤバいもので、もともと GR っていうギミックはおまけ感覚だったものでした。それがおまけ感覚でタダで出てくるくせに、大型クリーチャーを踏み倒せるなんてどう考えてもヤバいのです。そしてこの時期は新型感染ウイルスの影響で大会がほとんど開催されず、読み字使用率のサンプル集めすらままならなかったにもかかわらず、歴代最速で一発プレゼンされてしまいました。いくら強力なカードでも、十分に使われる機会を得ていないカードは制限しない、という意向を発表していましたが、にもかかわらずこの判断が下されたあたり、いかに読み字をはじめとしたマナドライブ GR がヤバかったのかが伺えますね。以上が、最速で殿堂入りしたぶっ壊れカードのランキングでした。いかがだったでしょうか？色々な思い出が蘇ってきたと思いますが、中には楽しいだけでなく、苦しい思い出もあるかもしれませんね。そんな思いはどうかコメント欄で吐き出してみてください。少しは楽になるかもしれません。ちなみに私はループ全般が大嫌いでしたので、動画を作りながら具合悪くなってきました。あと動画内でちょくちょく登場していた、歴代で一発プレドの下ぶっ壊れカードについて、過去の動画でまとめているので、よかったら概要欄から見ていってください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。